こんにちは、はっかです。今日はですね、こちらなんですけど、マンフロット。そう、三脚です。で、見るからにでかいですよね。ちょっと開けてみましょうか。で、私ですね、仕事で、本業なんですけど、広告代理店の方とか、テレビ局の方とか、一緒に仕事する機会たまにあるんですよ。で、そういった時にですね、ディレクターの方とか、あとカメラマンの方とかが持ってくる、必ず持ってくるものが、こういったごつい三脚になります。大体メーカーはリーベックとかザハトラーっていうところが多いんですけど、私は結構他の三脚もですね、マンフロット気に入って使っているので、こちらを選んでみました。型番としては MVK502AM1 という製品です。今日はこちらの三脚、本格的なビデオ三脚なんですけれど、これが写真用の三脚と比べてどのように違うのかとか、この 502AM1 の特徴はどういったことなのかというところをご紹介していきます。では行ってみましょう。まずは三脚の基礎となる、足の部分見ていきましょうか。このビデオ三脚の多くはですね、この足がこうふにゃふにゃっとあんまり固定できないような感じになってるんですよ。で、持ち上げると閉じて、下ろす時にこうやって広げるっていう感じで使うことが多いんですよね。で、特徴的なのはこの真ん中にスプレッダーという部品があります。で、これが三脚のそれぞれの足の開きを均一にしてくれるので、しっかりと均等に広がるし、しかもこのままこう閉じることがないというふうにロックもされるっていう製品なんですよ。で、これがですね、写真用の三脚だとこの足がこう硬くて、で自分でこういって止めたりとかするっていうものが多いんですよね。だからここが結構ビデオ三脚って違うところかなというところです。で、映像の現場ってテレビとかだと特にそうなんですけど、この三脚カメラに乗せたまま持ち歩くことが結構多いんですよ。で、このスプレッダー上げればこうやって閉じるので、こうやって担いで持ち歩いて、でいいところで広げる、で最後スプレッダーを押してあげる。これで設置完了なんですよ。非常に楽ですよね。この三脚部分、実は単品でも売ってて、型番としては MVT502AM という製品なんですけど、このタイプはですね、三脚の下の部分が平面になっています。で、ゴムの滑り止めがついているような感じなんですよね。で、ここがですね、結構広げた時に、いい角度になって止まるんですよ。で、完全にこれは平坦な場所に置くための足になってます。道が悪い部分とか、結構砂利道とかに置く分にはこういった、平面のゴムって向かなくて、モデルによってはスパイクがついてたりするものもあります。そして足の伸縮ですね。今これだいたい中間ぐらいなんですけど、ここのレバーを解除することでもう一段高くすることができます。はい、カメラの高さで合わせると私の目線の高さよりもずっと上の方まで設置することができます。これで斜めから見下ろすような視点でのアングルっていうのもできるんですよね。結構大型の三脚になってます。そして足自体ですね、このアルミ製なんですけど、こうツインタイプといって、足が2本ずつになってますよね。これがねじれに強いんですよ。で、ねじれに強いっていうことは、これをこうぐーっと動かしてもこの下の部分がしっかり動かずに固定されているっていうことです。この1本ずつの三脚だとやっぱり若干弱いなっていう感じる時はあるんですよね。はい、写真用の三脚マンフロットの1905というカーボン三脚なんですけど、エレベーターを目いっぱいまで上げてだいたい同じくらいの高さになります。
次は三脚と雲台の間にあるパーツを見ていきましょう。で、これが結構ビデオ三脚では特徴的なんですけど、下の方にノブがあって、これ緩めると、これ雲台が傾くのが分かりますでしょうか。で、実はこの雲台の下側にハーフボールという部品が入ってるんですね。で、ボール状なので、自然と傾きをつけることができます。で、だいたいいいところでギュッと下のノブを締めてあげれば、そこで固定されるというものなんですけど、実際三脚を立てる場所って水平な場所だけとは限りませんよね。傾いている場所ってのも結構あったりするんです。特に外、道路とか、アスファルトのところなんかだとわざと勾配がつけられているような部分もあったりするんですよ。で、そういうところで水平が取れないと動画としてちょっと不安定、不自然な映像になってしまうんですよね。で、写真の場合だと雲台自体を動かして水平を取るっていうのが一般的です。というのも、一回固定アングルにしてしまうからですよね。動画の場合ですね、やっぱり動きがあるわけじゃないですか。パンとかチルトの動きっていうのを動画の表現に用いることが多いので、そうすると水平を取るというのはすごい大事なんですよ。ただその代わりこのハーフボールを採用すると、こういった写真用の三脚にあるようなエレベーターという棒状の部品、これがつかなくなるんですよね。で、エレベーターは高さを変えるのに役立つんですけど、これに関してはこの雲台側で高さを変えることはできない。となるとやはり先ほどの足の伸縮で高さを変えていくしかないと。なのでかなり大きめに作られてるんですよ。さて、雲台の説明に入る前にこちらのプレートの部分ちょっと解説していきます。マンフロットの三脚ってプレートが取り外せるようになってるんですよね。で、こうやってスライドして、縦長のプレートを取り外すんですけど、実はこれ別売りの製品つけてます。マンフロット純正ではなくて、このプレートの上にアルカスイスのクランプのロングバージョン、こちらを取り付けてるんですよね。これがどういうことかっていうのはちょっとカメラを載せてみたらわかると思います。はい、取り出しました。FX3 ですね。で、私が外で動画を撮るときは FX3 にこのハンドルをつけたままマイクと、あと外付けモニターつけてます。これを設置するんですけど、他の三脚にも設置できるようにデュアルプレート取り付けたままにしてます。なので先ほどのアルカスイスのクランプに挟み込んで締めてあげると。これで固定になりました。非常に楽になるんですよね。あとアルカスイスクランプつけるもう一つの理由としては、どうしてもこの FX3 っていうのは横に長い一眼タイプのカメラじゃないですか。となると高さをちょっと上げてあげないとレンズが下にはみ出したり、あとノブとかいろんなものが干渉するんですよ。やっぱり本格的なビデオ三脚なので、どうしても業務用のビデオカメラを載せるっていう用途なんですよね。そもそもがこういう一眼タイプの製品を載せるっていうのはあまり想定はされてないわけです。なのでこういうアルカスイスのクランプを挟み込んであげることで、非常に使い勝手が増すっていうところはおすすめなんですよね。では最後に雲台の作りを見ていきましょう。やはりビデオ雲台最大の特徴はこの長いレバーですよね。で、ここを持って、パンとかチルトとかを自在に制御していくんですけど、これが長い、そしてしっかりと太くて剛性があることで、細かな動きから大胆な動きまで、自在に制御できます。やはり重たいカメラ乗せる想定であって、かなり太めのハンドルになってます。そしてここからですね、この502以上のマンフロットの製品にはフルードの調整ができるようになっています。そもそもフルードっていうのはこのパンとかチルトをスムーズにするために、この雲台の中にフルード、オイルのようなものが内包されているわけですよ。なのでカクンカクンって動かないでスムーズにぬるーっと動くんです。で、そしてその硬さを調整できるんですね。パン側はこの赤い
特徴的なダイヤルを回すことで重くすることも軽くすることもできます。で、チルト側ですね。それはこちらのダイヤルですね。これをこう緩めたり締めたりすることで硬くなったり緩くなったりすると。で、ここでポイントなのが、パンとチルトの重さはある程度合わせておくということが大事です。結構斜めにこう動かすっていうシチュエーションもあったりするんですよ。そういう時に重さがちぐはぐだとカクンカクンってなんか不安定な映像になったりもするので、まあ好みではあるんですけど、軽くこう自分がスムーズに動かせる範囲でパンとチルトの重さっていうのは均等にしておくべきだと思います。そして当然ロックもあります。チルトのロックは横のネジを緩めれば上下には動かなくなります。で、パンのロックは雲台の前側ですね。ここのノブを締めてあげると、ロックがかかって、これで固定アングルが可能になります。全く動かないですね。いや、雲台と三脚のこのセット商品、バランスがすごく良くて使いやすいなと思うんですけど、1個だけ、ちょっとだけ残念な点があるんですよ。それがですね、カウンターバランスを調整できないということなんです。カウンターバランスって何かというところなんですが、このロックを解除した状態でフリーに動く、この状態のチルト側ですね。で、こう動かした時に、パッと手を離した時にピタッと止まってくれる、そのように擦り合わせるっていう機能がカウンターバランスなんです。これ今実は止まってるように見えて止まってないんですよ。この502のカウンターバランスは4キロ、4kg の重量のものを乗せた時にピタッと止まってくれるよということなんです。で、実際こういった一眼サイズのカメラだとちょっと軽くなっちゃうんですよね。これチルトのフルード少し緩めて見てみると分かりやすいんですけど、こう下げて手離すとこう下まで下がってっちゃうんですよ。下がってっちゃう。で、これもこう後ろは割と止まってくれるけど、やっぱり下がってっちゃう。ここの、重心をコントロールすることでちょっと挙動が変わったりもします。で、後ろ向きにした時にある程度止まりやすいので、こうやって調整していく必要があるのかなっていうところですね。これが上位モデルになるとカウンターバランスの調整が効くっていうモデルがあって、軽いカメラから重いカメラまできちんと対応できるようにはなってきます。なので502で軽いカメラを使うときは若干チルト側のフルードを固めに設定しておく。そして重心を前に動かしたり後ろに動かしたりで少し釣り合いの取れそうな場所を探るというところでしょうか。そうすることでピタッと自分が狙いを定めたところで止めることができます。ちなみにですね、FX3 と今24105の G レンズ、そしてこの外付けモニター、バッテリー、マイクってつけた段階でまだ重量としては3キロにも満たないという状況なんですよね。で、カウンターバランス4キロなんで、本当はもうちょっと重くした方が綺麗にバランスが取れるかなというところです。そしてこの502の雲台自体の強度、一番重くて7キロまでの重量のカメラを載せることができます。業務用のビデオカメラ、シネマカメラに、さらにこういったモニターだったりとかリグだったりとか、でかいシネレンズだったりとか、いろんなものをつけても大丈夫っていうのがこの502のやっぱり業務用たるゆえんなのかなというところじゃないでしょうかね。はい、ここまででこちらのマンフロットの MVK502AM1 という製品を紹介してきました。実際本格的なビデオ雲台、ビデオ三脚ということで、私のように外で動画をしっかり撮りたい、撮影したいっていう用途にはしっかりと合うような製品になっています。でも最近だと野鳥撮影で使われるっていう方、写真用で使う方非常に多いんですよ。で、それが望遠レンズをつけてしっかりバランスを取ってあげれば、先ほど説明したカウンターバランスがしっかり取れるですとか、野鳥を肉眼で見ながらこう合わせていくっていうのがすごくやりやすい。
そんな感じで、こういったビデオ雲台、ビデオ三脚っていうのが売れているって話もよく目にします。で、私もですね、これすごい憧れててずっと欲しいなと思ってた三脚ではあったんですよ。ただすごく高価なのでなかなか手が出ないでいました。で、定価が74,000円と、あとヨドバシカメラとかマンフロットの公式なんかでセールとなってて58,000円。大体58,000円ぐらいが適正価格らしいんですけど、それでもちょっとなーって二の足踏んでたんですよ。で、そしたらね、4万円以下で程度のいい中古品、ほぼ新品みたいな形で買うことができたので、ようやく買えましたというところですね。その代わり今まで使ってた雲台を手放すことにはなってしまったんですけどね。これよりももっとカジュアルなビデオ雲台、X プロシリーズっていうものの、2way 雲台を使っていました。まだ私は YouTube ではこれ使えてないんですけど、会社の動画撮影とか外で映像をきちんと撮るっていう用途に使ってみました。本当にこれ使いやすいんですよ。で、三脚も持ち運び楽ですし、この、調整ができるおかげでハンドルもしっかりスムーズに動きますし、こう固定すればビタッと止まった場所で固定アングルで撮影することもできます。マンフロットにはこの502が、ある程度本格ビデオ雲台の入門機として用意されていて、その上に、さらにカウンターバランスの調整できる上位機種があったりとか、でその下に若干カジュアルな、下位機種があったりとか、ちょうどマンフロットのビデオ三脚っていうものの中間入門機というような形でしょうか。ただ一眼タイプではなくて本格的な大きなビデオカメラを使うんだったら、これ以上のクラスっていうのが必須になると思います。そういった部分も含めてチェックしてみてはいかがでしょうか。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。